私はミトロイド。今日はアークで噂のニトラドについて考察している。サーバーのスペックが不足している。ゴミ。と話題なので検証している。同じ設定の自宅サーバーのメモリを監視しながら負荷をかけていく。まずは恐竜のスポーンが0の状態でサーバーフレームレートとピング値の確認だ。ニトラドが200と少し、PC が30から40ぐらいか。ニトラドの契約内容は20スロット、シンガポールサーバー。契約スロット数によってパフォーマンスには差はなかった。とにかく破壊してみる。恐竜を大量に配置してみた。サーバーフレームレートに差なれた。でもまだ想定内だ。評価するとしたら PC の 60% ぐらいの処理能力か。サーバーフレームレートは大体10を超えれば快適。2から3でも案外とプレイはできる。あらゆる方法で負荷をかけようとするが恐竜を数万出したところでメモリ負荷はあまりはならなかった。これはいないだ。さらに負荷をかけようと同時に大量の恐竜をスポーンさせようともしてみたな。両方ともクライアント側が先に落ちた。サーバーは両方とも無事だった。どうにか負荷をかけたいのでアーク310のメインサーバー。このセーブデータを突っ込んで起動してみる。起動しない可能性もある。このデータは稼働するだけでメモリ負荷な物理 30GB、仮想 30GB ぐらいあるからだ。立ち上がった。これが立ち上がるならメモリ容量にはかなりの余裕がある。ニトラとサーバーの起動コマンドラインには GB-USAG243 と62という設定がある。これは過剰なメモリ負荷がかかった時にサーバーをセーブして停止するコマンドだ。62GB で設定されているがそんなわけがあるまいと思っていた。2000円台でそんなメモリ容量を使えるサーバーなんてないからだ。せいぜい 16GB で止まるだろうと思っていた。ニトラドの方で確認しても 36GB 以上しっかり使われている。設定もそうだがこれは物理メモリの負荷だ。これは破格と言っていい。この様子だと本当に 64GB までメモリ負荷をかけれるんだろう。ここではサーバーフレームレートの上がり幅にそこまで開きはなかったがピン縁に少し開きができた。ニトラドが足す60から80、PC が20から40といったところか。これに関しては自宅サーバーの方が有利なのは当然なので比較対象にはあまりならないな。実は事前に MOD によるベンチマークテストをやったのだな。おおむねこれも正確そうだ。処理能力の部分で PC の 60% ぐらいの性能といったところか。ログで確認すると PC は16コア、ニトラドは48コアだ。この手のサーバーは複数のコアで処理するよりもシングルコアの性能が高い方が有利らしい。ニトラドのスペックを表に出ている情報でまとめると、CPU はインテルと提携。見つかった情報ではインテル、Xeon、E5、2699V4。これを2つ搭載しているらしいがあくまで少ない情報の一部なので信憑性は低い。ログで確認すると 500GB と 1000GB のサーバーが存在する。これは性能の差というより 500GB のパーテーションと 1000GB のパーテーションのようなものがある感じだろう。500GB のマシンの方が別のサーバーの影響が少なく有利に働くかもしれない。SSD ストレージも書き込み速度を見るに大きな差はないだろう。ざっくり総合評価をつけるとするとおおむねベンチマークから推察できる通り。アーク310サーバーとの比較で CPU 処理が 60% ぐらい、その他では大差がない。だがメモリ容量は十二分にある。といったところだろうか。これがスペックが不足していると思うかは人それぞれだと思うが、少なくとももみと評することはできない。むしろ使えるメモリ容量としては破格であり、アークのサーバーを動かす上では十分な要件を満たしている。どれほどのスーパーコンピューターを求めているのかわからないが、サーバースペックそのものに問題はないと言えるだろう。今後も推察する上で一つの参考にしてほしい。それではまた。